AI に奪われない仕事ナンバーワン。人に喜んでいただける仕事ナンバーワン。僕の好きな仕事ナンバーワン。知らんけど。ということでおはようございます。今回は初心者の方や美装屋さんがよくこの傷どうにかならへんって言われるみたいで、なるだけ簡単に安く綺麗にリペアできるように考えて動画を作りました。ノンワックスの直し方とワックスありの直し方両方を解説していきます。売上アップにもつながるので最後までぜひ楽しんでみていってください。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。まずは道具紹介です。K に日のハードワックス F シリーズです。小傷に充填するパテです。値段はだいたい1つ400円弱ぐらいです。トーチです。ハードワックスを溶かすために使います。値段はだいたい1000円ぐらいから5000円ぐらいのものがあります。ちなみにこれは5000円ぐらいです。賞味細いターボライターみたいな火が出れば何でもいいです。高難のヘラです。スクレーパーとして売っているので、刃先を180番で研磨して丸くしています。値段は400円ぐらいだったと思います。高難のサンドペーパーです。リペアでは320番をよく使います。値段は1枚100円弱だと思います。僕の好きな高難のメリアスウェスです。余分なパテを拭き取るときや掃除のときは何でもいいんですが、ワックスを引くときはこのウエスがいいです。値段はだいたい1000円弱だったと思います。次に高難のゼリー状瞬間接着剤とアルテコスプレープライマーです。スプレープライマーは硬化剤です。パテ面の保護に使います。値段は瞬間接着剤の方が400円弱ぐらいで、スプレープライマーは1000円弱ぐらいです。高難の布コロナマスカー550です。スプレーを拭く時の養生として使います。値段は150円ぐらいです。僕たちがこよなく愛すモホークのバーンインシーラーです。研磨跡を消すために使います。値段は2000円弱ぐらいです。ゲンゲンのアクリルリペアラッカー3部艶消しです。最後の仕上げの艶調整に使います。値段は1500円弱ぐらいです。ドライヤーです。スプレーを拭くときや乾かす際に使います。高性能なドライヤーではなく、ただ熱い風を出すだけのアホなドライヤーが好きです。値段は3000円弱ぐらいです。リンレーのオールワックスです。リペアでは水を混ぜて使うのでそんなに量はいりません。値段は700円弱です。ロックペイントのラッカーシンナーです。リペアでは様々なものに使います。値段は9000円弱です。値段は大体です。ご了承ください。合計していきます。ハードワックスとサンドペーパーは10個ずつぐらいあった方がいいので足しています。あとラッカーシンナーのボトルやハードワックスのケースなどはいると思いますが、それは考慮していません。では合計を発表していこうと思います。ドゥルルルドン。プリンです。合計28,150円です。この値段だと始めやすいですね。これらを使って補修していきます。まずノンワックスフローリングの傷補修解説をしていきます。まず下地処理です。先の丸い硬いものだったら何でもいいので、それで縁を押さえ込みます。リペアにおいて下地処理は一番大事なのでしっかりやりましょう。なぜ下地処理が一番大事かというと、図で解説していきます。まずへこみ傷です。軽いへこみ傷だとこのままハードワックスを入れても綺麗になります。強いへこみ傷だと周りがこのように膨らむので、この部分をカットするかしっかり押さえ込まなければなりません。次に打痕の場合、傷の周りがこのように飛び散っていることがあります。このままハードワックスを入れてもこのように綺麗な面が出ません。この飛び散っている部分を切り落とし、縁を押さえ込むとこんな感じになります。ここにハードワックスを入れるとこんな感じになります。綺麗にパテが収まっていますね。これはとても重要なのでしっかり覚えていってください。次に行きます。ハードワックスを充填していきます。とりあえず大量に溶かして傷の中に放り込んでいきます。この時熱したこのヘラで手を突き刺すことがあるので気をつけてください。ヘラに大量にハードワックスを取って傷の中にピンポイントで落としていきます。感覚的に多めにハードワックスを充填しておきます。充填し終わったらウエスでしっかりヘラについたいらないハードワックスを拭き取ってください。ヘラがぬくいぐらいの状態でハードワックスを押し込んでいきます。ヘラを少し温めて表面を整えていきます。グッグッと押していきます。パテの部分がへこんだのがわかると思います。これはパテの中に空気が入っていたということです。こういうこともあるので超人ハルクぐらいのパワーで押し込んでください。ここからもう一度同じ工程を繰り返して最後に面を整えます。
いらないハードワックスの塊はヘラでこそぎ取ります。次にウエスをシンナーで少し濡らして傷の周りを拭いていきます。ハードワックスは溶けるので綺麗に面を出したところは触らないようにしてください。次に320番のサンドペーパーで研磨していきます。この時は力を入れないでふわっと研磨してください。パテの部分はやっぱり弱いので削れやすいです。最後手で触って面が出ているか確認します。瞬間接着剤で表面をコーティングします。アルテコスプレープライマーで硬化させて研磨します。バーンインシーラーやアクリルリペアラッカーはラッカーなのでそのまま拭くとパテを溶かしてしまいます。瞬間接着剤を打つことによってそれを保護しています。なので削りすぎると意味がなくなってしまいます。次に削り粉を拭き取って養生していきます。次にバーンインシーラーで削り目を消していきます。よく振ってから拭いていきます。ここではドライヤーを当てながら拭かずピンポイントで削り目に拭いて少し待ってからドライヤーで乾かします。これはスプレーの粒を粒立たせないためです。削り目が消えるまでこれを何度か繰り返します。削り目が消えていますね。別カメラでも見てみましょう。こちらもいい感じです。次にアクリルリペアラッカーを拭いていきます。これが仕上げになるのでこれは丁寧に振っていきます。丁寧なスプレーの拭き方はこの動画を見ていただきたいのですが一部抜粋して紹介します。まずどんな拭き方か見てみましょう。一吹き一吹き高さと距離がある程度一定で保たれています。ドライヤーで吹き飛ばすことによっても粒を整えています。ここの部分は動画的に見にくいので先ほどの動画を想像しながら見てみてください。こんな感じで拭いて乾燥させて養生を外していきます。完成です。ツヤもいい感じですね。別カメラ視点も見てみましょう。これもいい感じです。次にワックスありの直し方を解説していきます。まず下地処理です。補修のやり方は下地の面作るところまではほぼ一緒なのでそこまで早送りでいきます。ハードワックスの重点です。ここでシンナーで傷の周りを拭くのですがワックスも溶けるやんって思った方、正解です。ワックスを溶かしても周りをきれいに拭き取った方がいいです。後でしっかり直せますので安心してください。研磨して面を整えます。表面保護のボンドを塗って研磨、削り粉を拭き取ります。ワックスのフローリングのリペアにはこのワックスポンポンを作らなければなりません。あと調合したワックスが必要です。ワックスポンポンの作り方も過去動画にありますのでこちらを見てもらいたいですが一部抜粋して紹介します。ワックスポンポンを作っていきます。まずタッパーを用意してください。ある程度きれいに折りたたんだウエスをタッパーの中に敷いてください。次に食器洗い用のスポンジを用意してください。後ろに硬いスポンジがついたやつです。この作業には目が大きいウエスが使いやすいのでコーナンプロでメリヤスウエスを買っています。でもこれにはいろんなウエスが混在しててこの目に当たるかは運次第です。さあ当たりか外れか。当たりです。この目です。なぜ大きな目のウエスがいいかというとワックスをつけた時に結び目一つ一つにワックスが染みて結び目は出っ張っているので軽くポンポンと置いた時にスプレーのようにワックスが出るからです。裏面はこんな感じです。目が細かいのでこちらは使いません。ちなみによくあるウエスはこんな感じで目が細かいです。食器洗い用スポンジにこの A ウエスを巻いていきます。A ウエスの目が A 方を外側に向けて2つ折りにします。スポンジの硬い面を下に向けて真ん中に置きます。長手の方を両方折り込んでマスキングテープで留めます。手前を半分に折ってもう一回折る。向こう側も同じようにします。裏面を見て目がしっかりまっすぐになっているかとシワがないかを確認します。遊んでいる部分をテープで留めます。これで完成です。でも裏面だけ綺麗になってればどんな巻き方でも大丈夫です。一旦これはタッ
パーに入れて置いておきます。次にリペアで使うワックスを調合していきます。からの洗ったペットボトルを用意してください。今回はリンリエのオールワックスを使います。ツヤに応じてツヤ消しワックスも混ぜたりしています。ペットボトルにワックスを入れていきます。だいたいこれぐらいの量です。次に水です。水はワックス7に対して水3ぐらい、もしくはワックス6に対して水4ぐらい入れます。これは丼勘定で大丈夫です。蓋をしてよく混ぜてください。これでワックスポンポンと調合したワックスが完成です。作業に戻ります。ワックスポンポンにワックスをつけて、まず剣マートにピンポイントで塗っていきます。ワックスは半乾きの状態だと引っ張ってしまうので、一筆一筆乾かしてください。これを剣マートが消えるまで繰り返します。次にポンポンしてツヤを調整していきます。ポンポンすると粒で落ちるので、その状態でドライヤーですぐ乾かすとツヤが落ちていきます。最初の塗り方で塗っていくとツヤはどんどん上がっていきます。それをこのトントンで調整する感じです。完成です。いい感じですね。別カメラも見てみましょう。こっちもいい感じです。今回はなるだけ分かりやすく簡単にお手頃価格でできる本格リペア動画を作ったつもりですが、分かりやすかったですか？ぜひコメント欄で感想を教えていただければ嬉しいです。分かりにくかったところや質問があればお気軽にご質問ください。最後におまけ動画があります。最後まで楽しんでいってもらえたら嬉しいです。ためになったなという人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。おまけ、先日コラボさせていただいた RBS チャンネルさんから何か封筒が届いていたんです。何を送ってくれたんだろう。請求書やったら怖いな。さあ、なんやろなんやろ。うお、金ピカのステッカー。これはトーチとヘルメットに貼ろう。まだなんかあるぞ。金ピカ大ステッカー。これはもう車に貼らなあかんわ。いやー、コラボも楽しかったけど、ワクタクさん菊田くんがほんまにええ人。ほんでユーモアあんのに賢いね。もうちょっと頭の良さ分けてほしいですわ。補修や YouTuber 同士の業界初となる RBS チャンネルさんとのコラボ動画ももしよかったら見てくれたら嬉しいです。営業に困っている方や売り上げを上げたい方必見です。概要欄に RBS チャンネルさんのチャンネルリンクを貼っておきます。ビジネスのことがいろいろ学べるので、ぜひ見に行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。明日も事故のないよう楽しく作業していきましょう。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。